皆さんこんにちは。今日の動画も卓球のディープの世界を徹底的に掘り下げていきますよ。さてケンジさん、今日のテーマはついに粘着ラバーの絶対王者に迫るんですよね。そうなんだ、みさきちゃん。今日解説するのは世界中のトップ選手から愛され、そして多くのアマチュアプレイヤーを魅了し、時には悩ませてきた超巨大ブランド高創機、英語名 DHS の卓球ラバーについてだ。このメーカーについて語ることはまさに現代の卓球の歴史、そして中国卓球の強さの秘密を解き明かすことと同義なんだよ。おー、高創機といえばやっぱり強氷シリーズが超有名ですよね。私の周りでもフォアハンドには絶対に強氷って決めているベテランの方や、独特な粘着シートのペタペタ感に憧れて使い始めるジュニアの子がたくさんいます。でも正直に言うと種類が多すぎて何が違うのかよくわからなかったり、偽物の噂を聞いて怖くなったり、自分に使いこなせるのか不安だったりするんですよね。まさにそこなんだ。今回は上海高創機有限公式の公式資料や日本公式代理店である日本卓球株式会社、いわゆる日卓の最新公式カタログ、さらには卓球専門メディアラリーズのレビュー記事、そして理系卓闘カツオ000の卓球漬けの日々のような非常に信頼性の高い検証データ、および YouTube チャンネルとりあえず調べてみたチャンネルに寄せられた視聴者様からのリアルな疑問をもとに、メーカーやベテランプレイヤーが普段は教えてくれない文字通りの卓球の真実を全て暴いていこうと思うよ。うわー、それはめちゃくちゃ楽しみです。とりあえず調べてみたチャンネルでも強氷に関するコメントやリクエストは常に大人気ですもんね。今回はその視聴者様のコメントに対してさらに徹底的に調べ上げた第74弾の超大作レポートを元にしているということで、内容の濃さは過去最高レベルになっています。その通り、今回は単に製品を羅列するだけじゃなくて DHS という会社が背負っている国卓的使命の歴史から始まって、競病だけじゃない全方位の製品ラインナップ、そして誰もが気になっている国チーム用、小チーム用、一般市販品というグレード選別の驚くべきシステム、さらには特定のプロ選手しか使えない幻の特製ラバー名城国境の存在まで徹底的に解剖していくよ。明星国境？そんな名前初めて聞きました。なんだか名前からしてスター選手専用っていうオーラが漂っていますね。そうだろう。さらに後半では他社が最近こぞって発売している粘着テンションラバー、例えばバタフライのディグニクス 09C やティバーのハイブリッド K3 といったライバル製品と DHS のラバーがどう違うのか、物理的な数値や戦術的な観点から徹底比較する。そして絶対にやってはいけないベビーオイルを使った裏技の恐ろしい科学的リスクについても詳しく解説するよ。ベビーオイル？それネットの掲示板とかで安くラバーを弾ませる方法としてたまに見かけるやつですね。まさかあれにそんな恐ろしい罠があるなんて早く知りたすぎます。焦らずに一つずつ順番にかつ最高にわかりやすく解説していくからね。この動画を最後に見れば DHS のラバーに対する見方が180度変わるはずだ。それじゃ早速本編に入っていこう。本編のスタートですが、まずは今回の調査で分かった特に衝撃的な発見をいくつかエグゼクティブサマリーとしてギュッとまとめて教えてもらえますか？全体像を先に知っておくと、この後の詳しいお話が頭に入りやすくなりますし。いいね、みさきちゃん。今回の調査で明らかになった5つの革新的真実をまず提示しよう。5つも？よろしくお願いします。まず第1の発見は DHS のラバーにおける国境、小境、一般市販品というグレードの正体だ。多くの人はそれぞれ違う化学配合や特別なレシピで作られていると思っているよね。違うんですか？国境とかはやっぱり中国の最高エリート向けに特別なすごい材料を使って秘密の部屋で作られているんだと思っていました。実はそうではないんだ。沢級スポーツなどの用具分析でも指摘されている通り、これは同一の製造ラインから生まれたラバーに対する厳格な品質選別プロセス、クオリティコントロール QC の結果なんだよ。製造されたラバーの山から誤差が極限まで少ない超エリート個体が国用として選別され、それに次ぐものが商用、そして残りの大部分が一般用として出荷される。
つまり基本の作りは同じで、正規分布のどこに位置するかという個体精度の違いなんだ。これすまさしい事実だと思わないかい？同じ製造ライン生まれなのに、検査の成績だけで国小一般に分けられちゃうんですか？ということは、一般用の中にもものすごく出来がいい当たり個体があって、小用の中にもギリギリ合格した外れ個体があるかもしれないってことですか？その通り、物理的な製造差は紙一重で、製造ロットのブレの中に全てが含まれているんだよ。詳しくは後ほどの品質選別パートでじっくり解説するよ。そして第2の発見は、日本市場における日卓の偉大な功績と2025年最新の戦略だ。日卓は長年、日本のユーザーが使いやすいように DHS シートと日本製の特殊スポンジを組み合わせたターボシリーズを展開してきたけれど、なんと2025年春からあの偽物が氾濫していた国境ブルーと小境オレンジの正規日本国内流通を正式にスタートさせたんだ。あの憧れのブルースポンジの国境がついに日卓の普通の卓球ショップで日卓のパッケージで買えるようになったんですか？そうなんだよ。日卓株式の公式ニュースリリースでも大々的に発表されていて、これによって偽物をつかまされるリスクが完全にゼロになった。価格はそれなりに張るけれど、この安心感は計り知れないね。さらに2025年4月1日には驚異のオートマティック性能を持つ最新ラバー強氷880パワーも日本限定で発売されている。これも今回の目玉の一つだね。うわー、日卓さん本当に神対応ですね。そして3つ目の発見は何ですか？3つ目は特定の超一流選手向けに物理特性をミリ単位でチューニングした幻の特注グレード明星国境選手用特製版の実態とその具体的な取引価格およびそれらを支えるラケットのエコシステムだ。明星国境には馬龍選手や孫イーシャ選手、ワン・チューチン選手といった世界ランク最上位の選手たちの名前を冠したモデルが存在し、本国から限定的に並行輸入されているんだよ。その驚きのカスタマイズ性についても後ほど表を交えて徹底解説するよ。プロ選手が実際に使っている本物の特注ラバーが一般の人でも手に入るルートがあるなんて夢がありますけど、お値段もすごそうですね。そして4つ目の発見はバタフライのディグニクス 09C やティバーのハイブリッド K3 といった現代の粘着テンションとの徹底比較。彼らは非常に扱いやすくて弾むけれど、強氷が持つ最大の武器である癖玉、相手が嫌がる不規則な沈み込みや変化の喪失力においては、やはりオリジナルの強氷ニオ3には及ばないという物理的戦術的境界線がはっきりしたんだ。なるほど。扱いやすさの粘着テンションか、一撃の破壊力と癖玉の本家強氷か、というわけですね。最後に5つ目の発見はケミカルメンテナンスの闇と光。DHS が誇る15号無機香水という水溶性接着剤や非粘着保護シートが持つ驚異の品質に対し、ネットで密かに流行しているベビーオイルをスポンジに塗ってラバーを柔らかくするという代替ハックがラバーを科学的物理的に不可逆的に破壊するという警告だ。これを知らずにやっている人は今すぐやめないとラバーがゴミになってしまうよ。不可逆的に破壊。ものすごく恐ろしい言葉が出てきましたね。早くその仕組みを聞いてみんなに注意喚起しなきゃです。よし、これでエグゼクティブサマリーは完璧だ。どれも卓球ファンなら耳を疑うような、あるいは今すぐ誰かに話したくなるような面白いトピックばかりだろう。それじゃ第3パートからいよいよ各論の深部へと潜入していこう。ここからは各論ですね。まずは高創期という会社のルーツについて教えてください。1959年創立ということですが、名前の由来がものすごくドラマチックなんですよね。そうなんだ。上海高創期有限講義、通称 DHS の歴史は中国の国家としての歩みと完全にシンクロしている。創立された1959年は中華人民共和国とにとって建国10周年という極めて象徴的で重大な国家的祝祭な年だったんだ。そして同じ年の4月、ドイツのドルトムントで開催された第25回世界卓球選手権で、楊国団という選手が中国の歴史上初となるスポーツの世界チャンピオンに輝いた。建国10周年というお祝いとスポーツでの歴史的な世界初制覇。この2つの大きな喜びが重なったからダブルハピネス、高創期なんですね。
その通り。中国語で喜びという字を2つ並べた葬式は、伝統的に結婚式などのおめでたい席で使われる吉祥文様なんだけど、この2つの歴史的快挙が重なった喜びを表すために、当時の周恩来総理が高葬式と直接命名したんだ。国の一番のリーダーがブランド名をつけるなんて、他国のスポーツメーカーではまずありえないことだよ。つまり DHS は誕生したその瞬間から単なる民間企業ではなく国家の威信と誇りを背負うという極めて重い使命を与えられていたんだよ。周恩来総理が命名ってスケールが大きすぎます。だからこそ中国ナショナルチームを勝たせるための用具作りに並々ならぬ執念を燃やしてきたんですね。まさにそう。DHS の企業運営方針はチャンピオンを装備するエクイッピングチャンピオンズという一文に集約されている。これは単なるスローガンではなく、世界最強の中国ナショナルチーム CNT が勝つために必要な用具をどんなに過酷な要求であっても技術面から 100% 保証するという実践的な約束なんだ。2002年にはさらに科学的なアプローチを進めるために DHS スポーツ用品技術センターを設立している。技術センターですか？そこではどんなことが行われているんですか？そこが DHS の真に恐ろしいところでね。トップ選手、例えばバリューン選手や歴代のレジェンドたちが言う、あとコンマ数ミリボールが食い込む感覚が欲しいとか、スイングを速くした時だけもう少し球離れを遅くして回転をかけたいといった言葉に表しにくい暗黙知、感覚を最先端の計測機器を使って徹底的に数値化、データ化するんだ。ラバーの粘着シートの摩擦係数、スポンジの復元力や弾性、さらにはラケット木材の振動減衰率までを厳密に管理することで、プロ仕様の極限の性能と過酷な量産体制を高いレベルで両立させている。国際卓球連盟 ITTF の技術基準の策定においても、DHS は常に主導的な影響力を持っているんだ。ただ感覚で作っているんじゃなくて、超一流のアナログな感覚をハイテクな科学でデータに落とし込んでいるんですね。1990年代にはさらに大きな変革があったとか？そう、1990年代に入ると中国国内に分権的に存在していた4つのスポーツ用品工場を一つに統合し、それまでの国営ブランド的な分権運営から近代的な統合管理体制へと移行した。ここで株式会社化、ストックシステムへの移行を果たし、自動化された卓球台製造ラインなどを一気に導入して生産能力を爆発的に向上させたんだ。これによって世界の卓球界における圧倒的な覇権を盤石なものにしたんだよ。今では卓球だけじゃなくて他のスポーツにも進出しているんですよね。その通り。現在の DHS は総合スポーツブランドとしての地位を確立している。特に重量挙げ、ウェイトリフティングの分野では、彼らが製造するバーベルや各種機材が国際ウェイトリフティング連盟 IWF から最高評価である A グレードの承認を受けているんだ。オリンピックの公式機材としても長年採用されていて、世界一重いバーベルを支える超高度な金属加工技術や安全設計技術は DHS の隠れた強みなのだよ。さらにバドミントンでも世界バドミントン連盟 BWF の厳しい基準を満たす高品質なシャトルコックやラケットを展開している。重量挙げで世界最高評価ってすごすぎます。ゴムや木材だけじゃなく、金属やカーボンの加工技術も世界一レベルなんですね。さらに驚くべきことに、2024年からは北米を中心に世界中で爆発的なブームとなっているピックルボール市場にも本格参入している。ピックルボールのパドル、ラケットのようなものの製造には、卓球ラケットで培ったカーボン素材の成形技術や特殊な表面処理技術がそのまま活かせるんだ。全米卓球連盟 USAT などとも提携を深め、ポートフォリオの多様化を加速させている。ピックルボールまで本当に時代の変化に合わせたビジネス展開が素早いですね。そして2025年から2026年にかけての経営方針として、彼らはサスティナビリティ、持続可能性を最優先事項の一つに掲げている。
これは特に欧州などで厳しくなっている環境規制に対応するための戦略的な布石でもあるんだ。その象徴的な事例として、2025年にリサイクル素材を積極的に使用した新しい環境配慮型ボール RS40 プラスを開発し、実際の国際大会でデビューさせている。過剰に配慮しつつ国際大会で使える超高品質なボールを作るという技術力は、まさに世界王者の貫禄だね。ただ強いラバーを作るだけじゃなく、地球環境のことも考えて、世界中で愛されるブランドとしての責任を果たしているんですね。DHS という会社の見え方が最初からガラッと変わりました。さあ、お待たせしました。ここからは DHS の看板中の看板、世界中の卓球プレイヤーが憧れる競氷シリーズの全貌に迫っていきましょう。待ってました。競氷、英語名ハリケーンは、まさに卓球の歴史における粘着ラバーの絶対王政を築き上げた伝説的な製品群だ。特に競氷3は、中国ナショナルチームのフォアハンド使用率がほぼ 100% に達していた時期もあるほど、フォアハンド用ラバーの完成形とされています。どうしてそんなに世界中のトップ選手から圧倒的な信頼を得ているんですか？競病を競病たらしめる最大の秘密は、DHS 独自の極秘レシピによる強力な粘着性トップシートと、気泡が極めて少なく高密度な硬質スポンジの融合にあるんだ。まずトップシートだけど、表面に文字通りペタペタとした強い粘着力がある。ボールがラバーに触れた瞬間、シートがボールをぎゅーっと掴むため、ボールを薄く擦るように打つだけで、テンションラバーでは不可能なレベルの超強烈な回転、スピンを生み出すことができる。これがエグゼクティブソバリーでも触れたループドライブやサーブでの絶対的な下回転量につながるんだ。なるほど。ボールを思いっきり擦ることでものすごい回転がかかるんですね。でもそれだけだと飛ばないラバーになりそうですが、そこを補うのがもう一つの主役である高密度高質スポンジなんだよ。テンションラバーのスポンジは気泡が大きくて柔らかく、勝手にボールを弾き出すトランポリン効果があるけれど、競病のスポンジは気泡がほとんどないレンガのように硬いゴムなんだ。だから軽い力で打った時は、粘着シートがボールの勢いを完全に吸収して、台の上でボールを短く止めるストップやつっつきが驚くほど正確にコントロールできる。しかし、プレイヤーが全身の筋肉を使ってスイングスピードを上げ、強いインパクトでボールを食い込ませた瞬間、この硬質スポンジに蓄えられた莫大なエネルギーが一気に解放され、バウンドした後に急激に沈み込んだり、逆に急激に伸びたりする、相手にとって凶悪極まりないドライブボール、いわゆるクセ球になるんだよ。へえ、軽い打球の時は究極のブレーキ、強い打球の時は究極のアクセルになるなんて、まるで生き物みたいなラバーですね。まさにその通り。では、競病シリーズの代表的な各モデルの技術的特徴を詳しく見ていこう。競氷2、2000年のシドニーオリンピックを見据え、当時中国を代表するパワーヒッターだった王力金やエンセンといった選手の使用を想定して開発された。回転性能に特化した超高質モデルで、とにかく回転の重さとキレを追求したジャジャンマラバーだ。競氷3、回転とスピードのバランスを極めて高い次元で調和させ、世界の粘着ラバーのゴールドスタンダードとなった金字塔。現在に至るまで競氷といえばまずこの3が基準になる。競氷ネオ3、現代の主流モデルだ。スポンジの裏面に工場出荷時点で特殊な補助材をあらかじめ塗布し、フィルムで密封した鋳立て、工場ブースト加工を施している。これにより従来の競氷の弱点だったスピード不足を補い、パッケージを開けて貼った瞬間から圧倒的なスピード性能を発揮する競技者向けの主力兵器だね。競氷8、卓球界がプラスチックボール 40mm プラスへ移行したことに対応するために開発された。シートの高弾性化に加え、スポンジに気泡を少し持たせた新コンパクトスポンジ、高密度マクロポア構造を採用し、従来の硬さを保ちつつ、スピード性能を約 15% 向上させている。競氷9シリーズカラー粘着。ITTF のルール改正によるカラーラバー解禁に合わせて登場した DHS 初のカラー粘着ラバー。単に色を変えただけでなく、色ごとに搭載スポンジを変えているのが DHS らしい。ピンクは20番オレンジスポンジを搭載。回転と安定した古線重視。ブルーは22番ブルースポンジを搭載。パワーとスピード重視の最も硬派な設計。
バイオレット&グリーンは80番ソフト高弾性スポンジを搭載。コントロールが良く、バックハンドにも適した扱いやすさだ。強氷350。これは面白い設計でね。強氷3のシートに大気砲構造の柔らかい50番スポンジを組み合わせている。少ない力でもボールが深く食い込むため、スイングスピードが速くないジュニア選手やバックハンドでのドライブ、ブロックを安定させたいプレイヤーに最適なモデルだね。強氷880。現代の超高速化したバックハンドラリーに対応するために生まれた80ポーリという非常に軽量で弾力のある高弾性スポンジを搭載し、台の上でのチキータから中陣での連打までをカバーする現代風の軽快なソフト粘着ラバーに仕上がっているよ。なるほど。一言で強病といっても、超コシの強いクラシックなものから現代のプラスチックボールやバックハンド向けに進化を遂げたハイブリッドなものまで、ものすごいバリエーションがあるんですね。そうなんだ。自分のスイングパワーやフォアかバックかによって最適な強病を選べる環境が整っている。これこそが絶対王政と読まれる理由だね。強氷がフォアハンドの絶対王者なら、もう一つの名作天極シリーズ、英語名スカイラインはどんな特徴があるんですか？こちらもトップ選手がよく使っているイメージがあります。いい着眼点だね、みさきちゃん。天極シリーズは強氷の影に隠れがちだけど、実は中国の伝統的なプレースタイルである前陣速攻やペンホルダーのトップ選手たちの要求を満たすために極めて戦略的に開発されたシリーズなんだ。前陣速攻やペンホルダー向け、強病とは具体的にどう違うんですか？強病が中高陣からでも全身を使って大きなスイングでつまさしい回転と威力のあるドライブを打つラバーだとするなら、天極は台のすぐ近く前陣で素早いピッチで連続してドライブを打ち込み、相手をコントロールで翻弄する設計になっている。物理的な構造で言うと、トップシートの裏側にある粒の設計が違うんだ。天極は強病よりもシート裏の粒がやや低く密集して配置されているんだよ。粒が低くて詰まっているとどういう打球感になるんですか？ボールがラバーに当たった時の食い込みが速くなり、球離れ、すなわちボールがリリースされるスピードが非常に俊敏になるんだ。つまり、スイングの始動から打球、そして次の打球姿勢に入るまでのテンポが極めて速くなる。だから、ピッチの速いラリー戦で無類の強さを発揮する。そして何よりも、連続して打った時の安定性と台の上での繊細なボールコントロールがずば抜けているんだよ。なるほど。台の近くでポンポンポンと速いタイミングで攻め立てる選手には天極の方が合っているんですね。まさにその通り。この天極シリーズの代表的なラインナップを紹介しよう。天極に天 G2。これはかつて中国ナショナルチームの絶対的レジェンドであり、裏面打法を極めたペンホルダーの王鵬選手らが使用していたことで有名だ。とにかく強烈な粘着力とコシの強い硬質スポンジが融合していて、台上でのストップや短く低いループドライブを思い通りにコントロールできる。相手からすると短く止められたかと思えば急に沈むドライブが飛んでくるので、非常に守りにくいラバーだね。天極3、TG3。前陣での高速ピッチ攻撃に最も特化したラバー。粒が低く密集している特徴が最もよく現れており、インパクトした瞬間にボールがスーッと飛び出す。中国のピッチ派ドライブマンが好む設計で、連続でドライブを打ち続ける際の安定感は恐竜3以上のものがあるよ。天極360。これは天極3のスピード感あるシートに柔らかくて非常に復元性の高い60番スポンジを組み合わせた派生型だ。スポンジは柔らかくなったことでボールがより深く食い込み、中陣に下げられた時でも弾み負けせずに安定したドライブを打ち返すことができる非常に使いやすいモデルだね。王鵬選手が使っていたラバーと聞くだけで、なんだかすごいテクニックが出せそうな気がしてきますね。強病が力強い一撃なら、天極は精密なマシンガンのようなイメージでしょうか。素晴らしい表現だね、みさきちゃん。まさにその一撃の強病と連打ピッチの天極という二面性が中国卓球の二大攻撃スタイルを技術的に支えてきたんだ。ここまでは DHS が得意とする粘着ラバーの紹介でしたが、実は DHS って粘着がない普通のテンションラバーも作っているんですよね。そうなんだ。多くの人が DHS イコール粘着ラバーの会社と思っているけれど、
彼らは世界的なシェアを広げるために非粘着テンションラバーの開発にも非常に力を入れている。その代表格がドイツの有名なラバー製造会社である ESN 社と共同開発した金牛・ゴン球シリーズだ。中国の DHS とドイツの ESN が共同開発？これって用語アタック的にはものすごいビッグコラボなんじゃないですか？まさに卓球界のメガ同盟だよ、美咲ちゃん。ESN といえばヨーロッパ系の多くの有名ブランドティバーやドニック、アンドロなどの高性能テンションラバーを一手に引き受けて製造している世界最強の OEM 工場だ。 DHS は中国製シートが持つ圧倒的なボールのグリップ力、つかむ感覚とドイツ製テンションスポンジが持つ圧倒的なトランポリン効果、キャタパルト効果を融合させるために ESM とタッグを組んだんだ。これによって生まれたのが完全非粘着のスピン系テンションラバー金弓シリーズだよ。それは絶対に弾みますよね。具体的なモデルの違いはどうなっているんですか？代表的なのは金弓5と金弓8だね。ケンジ5、ゴールドアーク5。こちらはクラシックなドイツ製ラバー特有のリニアな弾みを持つコントロール重視のモデルだ。シートの表面摩擦が非常に高く食い込みが良い。強烈なハイテンションというよりは自分が力を入れた分だけ正確に飛んでくれる高摩擦仕様だ。フラットにミート打ちをしたり相手の球をブロックしたりする技術が非常にやりやすい。さらに従来の中国製ラバーの弱点だった湿気への弱さ、滑りやすさへの対策がラバー自体が劣化しにくい長寿命設計が特徴だね。金弓8、こちらは打って変わって現代的な高強度テンション効果を極限まで高めた超攻撃型フラッグシップモデルだ。バタフライのテナジーシリーズなどの超人気スピン系テンションラバーに対抗すべく開発された。強烈なグリップ力を持つ非粘着のトップシートに気泡の大きいマクロポア構造の最強テンションスポンジを融合させている。フォアハンド、バックハンド問わずどこから打っても高速で強烈なスピンがかかったドライブが放てる。まさに現代の高速卓球にフィットしたモンスカーラバーだよ。すごい！金弓8なら粘着ラバーが苦手なテンションユーザーでも DHS の技術を何の違和感もなく使えるってことですね。まさにその通り。そしてもう一つ、DHS が中国の自社工場で製造している非粘着、微粘着系の高弾性テンションシリーズが天球シリーズだ。こちらは自社製造なんですね。天球はどんな特徴があるんですか？自社製のマクロポアスポンジというやはり気泡を大きくした高弾性スポンジを使っていて、そこに中国伝統の摩擦力の高いシートを組み合わせている。天球3、微粘着シートと高弾性大気泡スポンジを組み合わせたバックハンド向けのコントロール重視ラバーだ。シートのわずかな粘着、微粘着が台の上でのチキータやストップ、相手のサーブの処理を劇的にやりやすくしてくれるんだ。天球5、こちらはさらにスピードと食い込みを強化してよりスピン系テンションに近づけた設計だ。軽い力でも心地よい打球感とスピードが出るので、ラバーにボールをしっかり食い込ませる感覚を覚えたい中級者にぴったりの製品だね。なるほど。DHS は中国ナショナルチームが使う超高質粘着だけじゃなくて、ヨーロッパスタイルのモダンなテンションラバーやその中間を行く扱いやすいハイブリッドモデルまで完璧に網羅しているんですね。資格がなさすぎて恐ろしいです。さてお次はちょっとマニアックだけどオールドファイヤー入門者にとってはたまらない伝統レクリエーション系強粘着ラバーのコーナーです。 G888 とか PF4 という名前聞いたことがありますか？おー、そこに触れるなんて美咲ちゃんもかなり用具通になってきたね。 G888 や PF4 は DHS の歴史を語る上、いやー、中国卓球の粘着ラバーの原点を語る上で絶対に外せない伝説的な古典ラバーなんだよ。伝説の古典。今の競技が生まれる前の主力だったんですか？そうなんだ。まず G88 だけど、これはかつて中国ナショナルチームの主力選手たちもこぞって使用していた極めて粘着力が高く重厚な打球感を持つクラシカル硬質粘着ラバーだ。ボールを当てた瞬間にピタッと止まるほどの強烈な粘着と全く弾まない硬質なスポンジの組み合わせで、自らの全身の力で強引に引きずり回して超重発回転ドライブを打つための非常にストイックな設計になっている。全身の力で引きずり回す、文字通り筋肉で飛ばすラバーですね。そう。そしてもっと歴史的で世界的なベストセラーが PF4 だ。PF4、
これとにかく安くてすごくベタベタしているイメージがあります。そのイメージは正しいよ。PF4 は DHS の歴史の中で最も売れたラバーの一つで、1970年代から80年代の中国卓球の黄金期を支えた超ベストセラーだ。特徴は指で触るとくっついて持ち上がるんじゃないかと思うほどの超強烈な超粘着シートと、重くて硬いクラシックなスポンジ。スピードははっきり言って極めて低いけれど、サービスを打てば床に落ちて戻ってくるほどの回転がかかり、レシーブでの絶対的なストップ性能、ネット際にポトンと落とす技術を誇る。現在でもカットマンや台上での変化と回転で勝負するベテランプレイヤー、および粘着ラバーとはどういうものかを安価に体験したい入門者に根強い人気があるんだ。価格も2000円前後と圧倒的にリーズナブルだからね。2000円、それはお財布に優しすぎますね。でも、硬くて全然飛ばないクラシックなラバーって、今のプラスチックボールの時代だとちょっと使いにくくてないですか？そう思うだろう。そこで DHS はこの PF4 の強みである超強粘着トップシートはそのままに、現代のテクノロジーを融合させた最新モデル PF450 を開発したんだよ。PF4 が現代風にアップデートされたんですか？その通り。この PF450 は PF4 のギガ粘着シートに強鋲350などにも採用されている50番ソフト高弾性スポンジ大気泡構造を組み合わせているんだ。あの柔らかくて食い込みがいいスポンジですね。イエス！これによって従来の PF4 の自分で思い切り打たないとネットにかかってしまうという最大の欠点が克服された。少ない力でもボールがスポンジにぐっと食い込み、粘着シートの摩擦を最大に生かした回転をかけつつ、アーチを描いて相手コートにしっかりしんみと飛んでくれる。さらに相手の強烈なスピードドライブに対してもラバーが球持ちよく吸収してくれるから、ブロックやカットなどの守備技術がものすごく簡単にできるんだ。おまけにラバー自体も非常に軽量に仕上がっている。ジュニア選手やシニアのベテランプレイヤー、および粘着ラバーに初めて挑戦する入門者にとって、これ以上ないお宝ラバーになっているんだよ。すごい。昔の名作をただ放置するんじゃなくて、現代の柔らかにスポンジ技術と組み合わせることで、最高の入門、守備用ラバーに再生させているんですね。DHS の開発力、本当に引き出しが多いです。DHS といえばフォアハンドの粘着ラバーの印象が強烈ですけど、実はバックハンドやマンジンでの変化攻撃、カットマン用のラバーでものすごいシェアを持っているんですよね。そうなんだ、美咲ちゃん。中国卓球の伝統的な強さの源泉には異質攻守戦術というものがある。これはラケットの裏表に異なる性質のラバー、例えばフォアは粘着、バックは表ソフトや粒高を張り、回転の変化やナックルボールで相手を狂わせて勝つ戦術だ。DHS はこの戦術を支える高性能な顆粒ラバーを非常に豊富にかつ超実践的なクオリティで揃えているんだよ。なるほど。どんなモデルがあるのかめちゃくちゃ気になります。まず表ソフトから紹介しよう。表ソフトは粒が外側を向いていて、回転の影響を受けにくく、スピード感のあるフラット打ちがしやすいラバーだ。DHS の代表作はこれらだね。651、スピード性能を極限まで高めた超攻撃用の表ソフトラバーだ。スマッシュを打った時に相手コートでボールが急激に沈み込む強烈なナックル変化が出るのだ最大の特徴。相手からするとドライブだと思ってブロックしようとすると球が沈んでネットに直撃してしまう非常にいやらしいボールが放てるんだ。652、こちらは逆に表ソフトでありながらスピン性能、回転力を高めた設計になっている。台の上でのフリックや表ソフト独自のドライブ技術など回転を織り交ぜた前陣速攻戦術にあっちり適合するよ。シャーピン、洗礼、粒の形状に工夫があり、打球時に粒が変形してから元の形に戻るスピード、復元速度がものすごく速い。ミート打ち、フラットな強打をした時の凄まじい弾丸スピードと相手を惑わせる変則的な軌道を高いレベルで両立させた変化系表ソフトの名作だ。わあ、どれも埋前で相手を翻弄するのに最適な表ソフトですね。ではもう一つの変化の代名詞、粒高シリーズはどうですか？粒高は粒が細長くて打球時に大きく折れ曲がることで相手のドライブ回転をそのまま逆回転、下回転にして返したり不思議なナックルを作ったりするラバーだ。DHS の粒高は世界中のカットマンや守備型プレイヤーから絶大な信頼を得ているよ。C7、
これは粒がやや短めに設計された半粒高と呼ばれるラバーだ。分類的には変化系表ソフトに近い。粒が短いので相手の激しい回転をしっかりいなして止めるブロック性能を持ちながら自分からミートして叩き込む攻撃技術がやりやすい。攻守のバランスが絶妙なラバーだね。C8。こちらは中国の伝統的な強変化カット用粒高ラバーだ。固めのトップシートとコシのあるスポンジを組み合わせており、相手の強烈なドライブをカットした時に粒が硬質に変形してパチンと戻る。この時の強い復元力によってブチ切れた凄まじい下回転のカットやプッシュした時の攻撃的なナックル変化を生み出す。攻撃を混ぜるモダンなカットマンから絶対の支持を得ているよ。クモミル3粒高界の最高峰超変化型粒高ラバーだ。 ITTF のルール限界ギリギリまで高く設計された細長い粒とその表面に施された深いヌメが特徴。打球時に粒が複雑にぐにゃりと折れ曲がることで相手の超パワードライブをとんでもない回転量の極限下回転カットで返球できる。また台の上で相手を翻弄する低速なプッシュなど守備と変化攻撃を極めたいプレイヤーにとってまさに雲の中に霧が立ち込めるような予測不能の変化を演出する最高兵器だよ。クモミリ3。名前からしてかっこいいですし、相手からしたら対戦したくないナンバーワンのラバーですね。粘着だけじゃなくて、つぶつぶのラバーでもこれだけのテクノロジーを誇っているなんて、DHS のカバー範囲は広すぎます。さあ、いよいよ今回の動画の超重要パート、エグゼクティブサマリーでも少し触れた高層機のグレードに秘められた驚愕の真実に迫ります。ケンジさん、鏡表に国鏡、小鏡、一般市販品というグレードがあるのは有名ですが、これって本当に材料から作り分けられているわけじゃないんですか？そうなんだ、みさきちゃん。これは現場のベテランプレイヤーやメーカーが表にはあまり語りたがらない技術的物理的な真実なんだ。本質を言うと、これらは全く異なるレシピや化学配合、特別な製造ラインで作られているわけではない。実はこれらは同一の製造ラインから生まれたラバーに対する超厳格な品質選別プロセス、クオリティコントロール QC によって格付けされているんだよ。同一の製造ライン？じゃあ最初はみんな同じ鏡表として生まれてくるんですか？その通り、DHS の工場でベースとなるラバーが大量に製造される。ゴム製品というのはその日の気温や湿度、原料のわずかなブレによって完成したラバーの硬度や重量、シートの均一性にどうしても正規分布、ばらつきが生まれてしまうんだよ。そこで DHS は完成したラバーに対して極めて厳格な検査を行う。その検査の中でスポンジの気泡が最も細かく均一で、硬度や重量の誤差がミリグラム、ミクロン単位でゼロに近く、シートの粘着力も完璧に均一な超エリート個体を選別するんだ。このトップ数%の究極の個体が中国ナショナルチームに供給される国チーム用ナショナル国境になるんだよ。国境は四角形のパッケージシート形状をしているのが特徴だね。なるほど。最高成績のテスト満点ラバーが国境なんですね。そう。そして国境の超厳しい基準にはわずかに届かなかったけれど、極めて優秀でばらつきが非常に少ない個体。これが各小チームのプロ選手たちに供給される小チーム用プロヴィンシャル小鏡となる。小鏡は六角形にカットされているよ。そしてこれらの厳しい選別プロセスを通過しなかった、あるいは一般的な許容範囲内に収まっている残りの大部分の個体が、私たちが普段最も安価に手に入れられる一般市販品、コマーシャル、一般鏡として出荷されるんだ。一般市販品は八角形にカットされているよ。ということは、一般市販品として売られているものの中にも、たまたまものすごく出来が良くて、小鏡や国鏡の基準に限りなく近い当たり個体が混ざっているかもしれないし、逆に小鏡の中にもギリギリ商用の基準をクリアした外れに近い個体があるかもしれないってことですか？まさにその通り。物理的な性能の正規分布曲線を描いたとき、一般用の当たりと商用の外れは背中合わせで紙一重の差なんだよ。だからベテランのプレイヤーたちが、この一般用の鏡表、妙に打球感が良くて商用みたいに弾むぞというのは、単なる気のせいではなく、物理的な当たり個体を引いたという事実に基づいているんだ。うわー、めちゃくちゃ面白い。なんだかガツァを引くみたいなワクワク感がありますね。でもやっぱり国鏡や小鏡はそういう選別をされているからこそ、個体ごとの外れがなくていつでも最高品質の打球感が得られるっていうのが高いお金を払う価値なんですね。
まさにその安定性と信頼性、そして極限の個体精度こそがプロが小強や酷強を求める理由であり、そのステータス代なんだ。レシピが別物なのではなく、選別の目利きが究極レベルで行われている。これこそが DHS のグレードシステムに隠された真実の構造なんだよ。グレードの話に続いて、もう一つ憧れのアイテム、あのブルースポンジについて教えてください。国境や小強の上位グレードには青いスポンジのブルースポンジ仕様がありますよね。これって普通のオレンジスポンジと色が違うだけなんですか？それとも物理的な構造が違うんですか？これは色が違うだけでは全くないんだ、みさきちゃん。ブルースポンジは物理的な構造、特にゴム分子の密度と気泡の微細さにおいて、伝統的なオレンジスポンジとは明確な差別化が図られているんだよ。おー、色以外にも中身が違うんですね。ブルースポンジはオレンジスポンジに比べてさらに気泡が細かく、ゴムマトリックス、分子構造が非常に密に詰まっている。これによって打球時にボールが当たった際の反発力がより重厚になり、相手コートにバウンドした後のボールの伸び、そして強烈な回転、スピンを生み出すポテンシャルが飛躍的に高まっているんだ。中国ナショナルチームの絶対的エースであるマリュン選手や女子世界女王のスン・イシャ選手といったトップ中のトップ選手がフォアハンド面にこのブルースポンジの国境を張っていることで、卓球界では半ば神格化されたラバーになっているんだよ。神格化されたブルースポンジ。でもそれだけすごいってことは、誰が使ってもすごい球が打てるんですか？いやー、ここが最大の落とし穴なんだ。ブルースポンジの性能を 100% 引き出すためには、全身の力を連動させた極めて速いスイングスピード、インパクト力が絶対に必要になる。もし手打ちや弱いスイングで打ってしまうと、ただの重くて飛ばない硬いゴムになってしまい、ネットミスを連発することになるんだ。まさに選ばれし強者のための兵器だね。なるほど。生半なしな気持ちで手を出すと、ラバーに振り回されちゃうんですね。さらにベテランプレイヤーの間で囁かれる現場の真実として、いくつかのカタログ表記や物理的限界についての指摘があるんだよ。例えば、鏡標の厚み表記にある 2.15mm と 2.1mm という差。みさきちゃん、これ人間の手で打球感の違いがわかると思うかい？0.05 ミリの差ですよね。正直髪の毛1本分くらいの差だから、言われないと絶対にわからない気がします。そうだよね。実際の製造工程における誤差、誤差を考えると、この 0.05 ミリというのはどうしてもブレの範囲内に入ってしまう。つまり厳密に厚みをコントロールして作り分けているというよりは、製造時にどうしても生じる厚みの交差、誤差をバリエーションとして販売している側面が強いというのが現場の冷静な見方なんだよ。誤差をバリエーションとして売っちゃうんですか？すごい。さらにネオシリーズの最大の特徴である鋳立てに工場ブースト加工についても深刻な維持コストの問題がある。真空パッケージを開封した瞬間からスポンジに塗布されている揮発性の処理剤は空気中に逃げていき、劣化が始まるんだ。圧倒的な弾みとスピードを維持できるのはおよそ最初の約2週間とされているんだよ。たった2週間。そうなんだ。プロ選手は2週間どころか数日おきにラバーを張り替えるから問題ないけれど、一般のアマチュアプレイヤーがこの最高の状態を維持するためには、頻繁な新品張り替えか、あるいは ITTF のルールで実質的に制限されている補助剤、ブースターの再塗布といった非常に高いコストと手間、およびルール上のリスクを背負い続ける必要があるんだよ。さらに重量という物理的限界も忘れてはいけない。鏡標プロ3ターボブリューなどの硬質スポンジラバーはラケット形状にカットした後の重量がなんと 55g 前後に達する。 55g。一般的なテンションラバーがだいたい 45g から 48g くらいですから、片面だけで 10g 近くも重いんですね。そう、両面に重いラバーを貼ったりすると、ラケット総重量が 190g や 200g を超えてしまい、スイング時の振れ遅れを招くだけでなく、肩や肘、手首への過度な身体的負担となって怪我の原因にもなりかねない。ブルースポンジや硬質鏡標を愛するなら、この重量という重い現実、物理的リスクともしっかり向き合わなければいけないんだよ。憧れのブルースポンジや特級グレードにはそれ相応の覚悟とフィジカルが必要ってことですね。
ただかっこいいからという理由だけで選ぶのはちょっと注意が必要だとよくわかりました。さあ、やってきました。先ほどエグゼクティブサマリーで登場した最高にマニアックでワクワクするワード、明星国境についてです。特定のプロ選手のためだけに作られた幻の特注ラバーとのことですが、これ一体どういうものなんですか？ふはー、これぞ DHS の技術の告知であり、卓球用具界の裏星存在だ。名称国境アスリートバージョンとは、中国ナショナルチームの中でも世界の頂点に君臨する特定のトップ選手たちの物理的感覚的な超絶わがまま、いや高度な要望に合わせて極限までカスタマイズされた特注の競票なんだ。通常の国境よりもさらに厳しく選別された極上素材を使い、各選手のプレースタイル、フォアハンドかバックハンドかに合わせてスポンジの高度や配合、特別なブースト処理、鋳立てが工場出荷段階で育されているんだよ。うわー、つまりバリューン選手やソン・イーシャ選手がラケットに貼っているラバーと全く同じ物理スペックのものが一応この世に存在して、それを手に入れる方法があるってことですか？その通り、本国から極めて限定的に並行輸入という形で市場に流れてくることがあり、熱狂的なマニアや上級者の間で高値で取引されているんだ。ここで今回の調査で明らかになった主要な名声国境のラインナップとその特徴および気になる参考並行輸入価格を紹介しよう。はい、喜んで。こちらが世界のトッププロたちの要望で作られた夢のラバーたちです。名声国書、バルーン、選手、フォアハンド面。対象選手はバルーン、マロン。スポンジ特性及びメリット。極限の粘着力と高密度ブルースポンジの組み合わせ。圧倒的な回転量とパワードライブ。バルーン選手の代名詞である地を行くようなドライブの源泉です。参考並行輸入価格、税込み目安は14,000円です。名セク国境、バルーン、ハンシュ、バックハンド面。対象選手はバルーン、マロン。スポンジ特性及びメリット。バックハンド用にややソフトで食い込みのいいスポンジを搭載。ピッチの速い両ハンドのラリーに対応。参考並行輸入価格税込み目安は14,000円です。名跡故郷ソン・イーシャ反射バック面。対象選手はスン・イーシャ。スポンジ特性及びメリット。高い反発力と素早い食い込みの重視。女子特有の高速ラリーでのカウンターや正確なコース打ちを可能にします。参考並行輸入価格税込み目安は14,000円です。名声国境オーチキン小種フォアハンド面。対象選手はオーチキンワンチューチン。スポンジ特性及びメリット。非常に強い反発力と剛性。若き王者のダイナミックな両ハンドパワードライブを支える爆発力を持っています。参考並行輸入価格税込み目安は12,600円です。名跡国境大月チン反射点。対象選手は大月チンワンチューチン。スポンジ特性及びメリット。スピード性能と前陣でのビロックの安定性を極限まで高めたハイスペック仕様。参考並行輸入価格税込み目安は12,600円です。名声国境リャンジン君選手フォアハンド面。対象選手はリャンジン君。スポンジ特性及びメリット。中国チーム屈指のパワーヒッター向けに高度を極限まで高めた重厚すぎる設計。当たれば一撃で決まりますが、鉄のようなスイングが必要です。参考並行輸入価格税込み目安は12,600円です。名声国境リャンヤス君。対象選手はリャンジン君。スポンジ特性及びメリット。相手の超パワードライブに力負けしない非常に強い反発力を持つ硬質設計。参考並行輸入価格税込み/目安は12,600円です。名声国境チンコートンシュンシントン。対象選手はチンコートンチェンシントン。スポンジ特性及びメリット。前陣での安定したラリーピッチと粘着ならではの回転量を両立させた扱いやすいチューニング。参考並行輸入価格税込み目安は12,600円です。名声国境オーゲディッキ選手フォアハンド面。対象選手はオーゲディッキ 1ED。スポンジ特性及びメリット。
高速ピッチのラリーに対応する強靭なトップシートと反発性の高い高弾性スポンジ。参考並行輸入価格税込み目安は 12,600 円です。明星国境王芸力半指定バックハンド面。対象選手は王芸力 1ED。スポンジ特性及びメリット。相手の球を弾くプッシュやハーフボレー、ミート打ちをやりやすくした反発重視設計。参考並行輸入価格税込み目安は 12,600 円です。明星国境無広報シャンパンフォアハンド面。対象選手はシャンパン。スポンジ特性及びメリット。次世代を担う若手パワーヒッターを支えるスピード重視の粘着チューニング。参考並行輸入価格税込み目安は 18,000 円です。明星国領無公表半周バックハンド面。対象選手は無公表シャンパン。スポンジ特性及びメリット。対象技術の繊細さと中堅から伸びるドライブを両立させるソフト円高弾性スポンジ。参考並行輸入価格税込み目安は 18,000 円です。息が止まりそうなほど豪華なラインナップですね。そしてお値段も1万円台半ばからと、普通の一般市販品競標が4,000円くらいで買えることを考えると、3倍以上の超プレミアム価格です。そうだね。でも世界の卓球の頂点に立つ選手たちが自分の命を預けている武器と全く同じ設計、同じクオリティのものが使えるというロマンを考えれば、マニアにとっては安いとすら言えるかもしれない。これだけ細かくフォア面とバック面で高度や食い込み、反発の質を完全に作り分けているのが DHS というブランドの凄まじい技術的極致なんだよ。選手の名前が入っているだけで、その選手のプレースタイル、例えばバリュー選手のオールラウンドな力強さや、ソン・イーシャ選手の超高速ピッチなどなラバーの物理性能として表現されているなんて、本当に最高峰のアートのようですね。ここまで DHS の素晴らしいラバーたちを見てきましたが、ケンジさん、卓球ってどんなにすごいラバーを貼っても土台となるラケット、ブレードとの相性が悪いと全く性能が出ないってよく言いますよね。その通り。特に DHS の強標のような硬くて粘着力のある中国製ラバーは、組み合わせるラケットの物理構造によってそのパフォーマンスが天国と地獄ほどに激変するんだよ。天国と地獄、強標に合うラケットの条件って一体何なんですか？キーワードはしなりと強制的な食い込みだ。強標のスポンジはレンガのように硬いと言ったよね。普通に軽く当てただけではボールはスポンジに食い込まず、ただ表面でペチッと当たってポトンと落ちてしまう。だからラケット木材自体が適度にしなることで球持ちを確保するか、あるいは特殊繊維カーボンなどの強い反発力を使ってボールをラバーの奥深くへ強制的にギュッと食い込ませる打法が必要になるんだよ。なるほど。ラケット側で食い込みを手伝ってあげる必要なんですね。だからバリューン選手は特別なラケットを使っているとか？そう、バリュー選手が使っていることで世界的に有名なインナーカーボンラケットの最高峰、強標流5およびその中国ナショナルチーム支給用である W968 は、まさにこの強標を輝かせるために開発されたんだ。このラケットは芯材、真ん中の木材のすぐ隣にアリレートカーボンという特殊繊維を配置するインナー構造を採用しているんだよ。インナー構造にするとどういうメリットがあるんですか？台の上の小技、ストップやつつきをするときは、外側の木材がボールを柔らかくキャッチするので、強標の粘着力と相まって究極に低くて短いコントロールが可能になる。しかし自分が大きくスイングして強打した瞬間は、ボールが奥まで食い込んで、内側のアリレートカーボンが爆発的な反発力を発揮するんだ。この柔らかい球持ちと爆発的な弾みの二面性が、硬質粘着ラバーのパワー不足を完全に補い、驚異的なパワードライブへと変換する設計になっているんだよ。すごすぎる。まさにラバーとラケットがパズルのピースのようにカチッと噛み合っているんですね。他にはどんな選手モデルのラケットがあるんですか？現代のトップ選手、例えばオーチキン選手モデルの強標王9968は、より高い合成と高反発力を備えていて、現代のプラスチックボールに負けない超スピード両ハンドドライブを可能にしている。また女子のソン・イーシャ選手モデル強標札 S9968 は、
女性選手特有の速いピッチラリーと正確な高数値を可能にするために、ブレードの板打ちや繊維の配置が微調整されている。これらはどれもトップ層向けに非常に高い価格で取引されているんだよ。プロ仕様のラケットは憧れますけど、やっぱりお財布にはちょっと厳しいですよね。もっと安くて DHS の粘着ラバーと抜群に合うラケットはないんですか？安心しなさい。 DHS はそこもしっかりカバーしているよ。例えば低価格帯でありながら木材本来のしなりと玉持ちを最大限に生かした5枚7枚合板ブレード PG シリーズ。特に PG7 は木材の自然な食い込みで強氷の回転力を 120% 引き出せる大ベストセラーだ。さらに最新の Z カーボンなどの特殊繊維を非常に安価に提供している301シリーズもあって、これらは一般の若年層やアマチュアプレイヤーに絶大な支持を得ている。DHS は高価なプロ仕様からコストパフォーマンスに優れたエントリー仕様まで、粘着ラバーは生かすための完璧な用具のエコシステム生態系を自社ブランド内で完成させているんだよ。素晴らしいですね。ラバーだけじゃなく、それを支えるラケットもお財布事情やプレースタイルに合わせてバッチリ揃う。だからこそ DHS は卓球界のインフラに慣れているんですね。さあ、ここからは日本市場のお話です。日本で強氷を買うとき、必ず日卓のロゴマークがついたパッケージを見かけますよね。この2つの会社ってどういう関係なんですか？これは卓球界における最も成功したグローバル戦略的アライアンス、同盟の一つなんだよ。日本卓球株式会社、いわゆる日卓は構想期から日本唯一の公式正規総代理店として指定されている。彼らのパートナーシップは単なる輸入販売の代理業にとどまらず、共同での製品開発にまで深く踏み込んでいるんだ。共同開発ですか？日本と中国のコラボってなんだかワクワクします。日卓の最大の功績は日本の極めて高い品質管理 QC 基準と独自の高度なスポンジ技術を DHS の持つ世界一の粘着トップシートと融合させたことなんだ。中国本国の強氷は良くも悪くも打球感が硬すぎて飛ばない、個体差があるという一般ユーザーには敷居が高い部分があった。そこで日卓は日本の一般プレイヤーが扱いやすさと圧倒的なスピン性能を両立できるハイブリッドな製品を次々と生み出したんだ。その筆頭が大人気シリーズである強氷プロ3ターボシリーズだね。あ、ターボオレンジとターボブルーですね。卓球場で本当によく見かけます。そう、これは DHS 製の高品質な強氷トップシートに日卓自慢のアクティブチャージ AC 技術を施した日本製スポンジを合体させた日中ハーフのラバーなんだ。具体的にどう違うかというと、強氷プロ3ターボオレンジ、日卓のアクティブチャージ高弾性スポンジオレンジを採用している。従来の中国製強氷に比べてとにかくボールが勝手に弾む。食い込みがいい。スイングスピードがそこまで速くないプレイヤーでも軽い力でシートに食い込ませてスピード感のあるスピンドライブを簡単に離すことができるんだ。強氷プロ3ターボブルー。こちらは一転して50度という超高高度の日本製ブルースポンジを搭載している。ラケットに貼った後の重量はめちゃくちゃ重くて使いこなすには強烈なインパクトが必要だけど、パワーヒッターが全力でスイングした時の破壊力は本家の国境に匹敵するかそれ以上の強烈なボールが放てる仕様になっているんだよ。なるほど。使いやすさのオレンジとパワーヒッター向けのブルー。日本のプレイヤーのレベルやニーズに合わせて日卓が絶妙にチューニングしてくれたんですね。その通り。本国のラバーをただ横流しするのでなく、日本のアマチュア卓球界を誰よりも熟知している日卓だからこそできた素晴らしい製品化アプローチなんだよ。日卓の素晴らしいチューニングはターボシリーズだけじゃないんですよね。初心者やジュニア、女性プレイヤー、あるいはバックハンドに強氷を張りたいという人のためのシリーズもあるとか。そうなんだ。それが強氷8080シリーズだ。従来の強氷はバックハンドに貼ると硬すぎてレシーブやブロックはいいけど自分から振った時に全然飛ばないという大きな悩みがあった。これに対して日卓が展開したのが標準の強氷8080と2025年4月1日に発売されたばかりの最新作強氷8080パワーなんだよ。2025年最新作の880パワー。これめちゃくちゃ気になります。詳しく教えてください。
まず、ベースになっている標準の強氷880は、従来の80番スポンジを中国基準で 42.5 度、日本基準で 38.0 度というかなりソフトなコードで組み合わせている。これによって非力な選手やバックハンドでもボールをしっかりとラバーにつかませる感覚を持てるようにしたんだ。そして2025年の最新作強氷880パワーはこれをさらに劇的に進化させたんだよ。さらにどう進化したんですか？なんとスポンジの高度を中国基準で 40.0 度、日本基準で 35.0 度と標準モデルよりもあえて 2.5 度さらに柔らかく設計したんだ。へえ、柔らかくしたんですか？でもパワーって名前がついているのに柔らかくしたらボールが飛ばなくなっちゃう気がしますが。そこがニッタクの魔術、テクノロジーだよ、みさきちゃん。ただ柔らかくしただけじゃなく、スポンジ内部にニッタク独自のアクティブチャージ技術をぎゅっと内蔵させたんだ。これによって従来の粘着ラバーの最大の宿命だった自分で全身を使ってしっかり打たないと飛ばないというマニュアル性能を完全にくくるし、テンションラバーのようにボールを当てただけで勝手にボールを掴んで深く遠くへ飛ばしてくれるオートマチック性能を付加することに成功したんだよ。オートマチック性能。それはつまり、テンションラバーから強氷に移行する人が何の違和感もなく、あれめちゃくちゃ勝手に飛んで、しかも粘着のすごい回転がかかるって感動できる仕様ってことですね。その通り。バックハンドでの素早いチキータやカウンター、相手の球に負けずにパチンと叩くミート打ちまで、すべての技術が驚くほど安定し、かつ威力が出る。日本卓球株式会社ニッタクの性能数値表でも、スピン、スピードのバランスが極めて高く評価されていて、誰もが扱える現代の最強のハイブリッド粘着ラバーの決定版といえる仕上がりになっているんだよ。すごい。粘着ラバーの難しい、飛ばないというイメージをニッタックの技術が完全に壊してくれたんですね。これならジュニアの子やレディースの選手、バックハンドにちょっと変化とスピンが欲しいすべての人におすすめできますね。そして2025年春、卓球界に激震が走るようなニュースがニッタクから発表されたんですよね。これ私も最初聞いた時耳を疑いました。これこそ日本のすべての強氷ファンが涙を流して喜んだ大事件だね。なんとニッタクは2025年3月21日よりあの最高峰グレードである強氷ネオ3国境ブルー製品番号 NR8731 および強氷ネオ3小強オレンジ製品番号 NR8733 の日本公式正規輸入販売を正式にスタートさせたんだ。やっぱりこれすごましいことですよね。だって今まではあの青いスポンジの国国境が欲しいと思ったら怪しい個人輸入とか並行輸入のショップで偽物かもしれないと怯えながら買うしかなかったわけですから。まさにそこなんだよ。エグゼクティブサマリーでも触れた通り、インターネット上、特に海外の EC プラットフォームなどには国境ブルーのスーパーコピー、めちゃくちゃ精巧な偽物が本当に大量に氾濫していた。パッケージが本物そっくりでも中身はただの一般用だったり、最悪の場合は粗悪な偽ゴムだったりすることが非常に多くて、多くのユーザーが被害に遭っていた。そこに日本の信頼の塊であるニッタクが DHS の工場から直接本物を仕入れ、厳格な国内検品をパスした個体だけを日本正規品として販売し始めたんだ。これは偽物リスクを 100% 排除した歴史的な快挙なんだよ。わあ、本当にありがたいです。でもお値段はやっぱり小気量ですからかなりお高いんですよね。メーカー希望小売価格は国標ブルーが 18,000 円税別、実売価格でも 14,400 円前後だ。小強オレンジは 11,000 円税別となっている。確かに一般的なラバーからすれば非常に高価だよね。でもニッタクが製品保証をしてくれて初期不良の交換対応などのアフターサービスも受けられる。何より 100% 本物の中国ナショナルチーム仕様の究極のブルーンスポンジを日本の近所の卓球スップで安心して買えるという価値は価格以上のものがあるよ。確かに、これ本物かなと不安になりながら練習するより、これはニッタクが保証してくれた本物の国境ブルーだと確信を持って練習に打ち込める方が絶対に精神的にも良いですし、上達も早そうです。
その通り。ニッタクはこの流通改革によって日本のハイエンドユーザーに対して究極の安心安全な機材環境を提供してくれたんだ。これによって偽物コピー品のブラックマーケットは大打撃を受けることになる。卓球界のクリーン化という意味でも本当に素晴らしい偉業なんだよ。さて、ここからは他社製品との比較コーナーです。最近どのメーカーも粘着テンションラバーやハイブリッドラバーという強氷の牙城を崩すためのすごいラバーを発売していますよね。特に有名なのがバタフライのディグニックス 09C やティバーのハイブリッド K3 およびニッタク自身が展開しているジェネクション V2C です。これらと DHS の強氷って物理的戦術的にどう違うんですか？これは現代の用具選びにおいて最もホットでかつ最も誤解が多い部分だね。結論から言うと、他社製のハイブリッド粘着テンションはものすごく扱いやすくて誰が打っても80点以上の素晴らしいボールが出るのに対し、 DHS の強氷ネオ3、特に酷氷は扱うのは非常に難しいけれど使いこなせれば120点の破壊力と相手が恐怖する癖玉が出るという明確な境界線が存在するんだ。80点と120点、その違いはどこから生まれるんですか？代表的なラバーを比較してみてた。バタフライディグニクス 09C、 独自のスプリングスポンジ X と微粘着トップシートを融合させた世界的な大ヒットハイエンドラバーだ。ディグニックス 09C の最大の強みはオートマチックな許容度、使いやすさ。多少打球点が落ちたり自分の体勢が崩れたりしてもラバーが自動的にボールを深く掴んで持ち上げてくれる。相手の球を返す安心感は世界一だ。しかしボールがバウンドした後に急激に沈み込む独特の癖球や全力でスイングした際の最大回転量や重さにおいてはやはりオリジナルの強氷ネオ3の持つ強烈な摩擦力には及ばないというのがトップ選手たちの共通した分析なんだよ。ティバーハイブリッド K3、 高度53度の硬質スポンジに微粘着トップシートを組み合わせた最も攻撃に特化したドイツ製粘着テンションだ。これはディグニクス 09C に比べて明らかに球足が速い、ボールスピードがある。テンションラバーのようなフラットなスイングでも驚くほどスピーディーな攻撃ができるんだ。テンションラバーからの移行が最もスムーズなラバーと言えるね。しかし、面を開いて厚く当てるような粘着ラバー特有の打ち方をしなくても性能が出る反面、回転の最大値やボールがバウンド後に予測不能な変化を見せる汚い球質、癖球を出す能力はやはり本拠の強氷には欠かないんだ。ニッタクジェネクション V2C、 最新のデュアルスポンジ、エネルギー効率約 11% 向上を搭載し、あの有名なファスターク G1 を超えるスピード性能と微粘着シートによる高いグリップ力を実現したハイブリッドテンションだ。水平に近いスイングでもボールをしっかりつかみ、質の高いカウンタードライブが安定して打てる。これも非常に優秀なラバーだけど、本質的には極めて優れたテンションラバーの延長線上に位置しているんだよ。なるほど。他社の粘着テンションはあくまでテンションラバーに粘着のグリップ力を少し足した扱いやすいラバーであり、強氷は最初から粘着と硬質スポンジでできていて、本気でスイングした時だけ牙を剥くプロ仕様のモンスターという違いですね。まさに完璧な整理だよ、美咲ちゃん。ここでそれぞれの特徴を比較した詳細なマトリックスを作成した。これを見れば自分の目指す戦術にどのラバーが合っているかが一目瞭然になるはずだ。項目ごとの特徴を語らおう。粘着特性の分類として強氷ネオ3は強粘着、ディグニクス 09C ハイブリッド K3 ジェネクション V2C は微粘着だ。スポンジの基本設計は強氷ネオ3が E 縦位、09C がスプリングスポンジ X、K3 がドイツ製ハイコードテンション、ジェネクションがデュアルスポンジ効率プラス 11% だね。K 立ちの弾みは強氷が飛ばない、09C がよく弾む、K3 が非常によく弾む、ジェネクションが極めてよく弾むという順だ。さらに癖熊については強行が抜群、09C ジェネクションが少ない安定重視、K3 が中程度だ。フィジカル要求値は強行が極めて高い、09C が中から高、K3 が比較的低い、ジェネクションが低いとなっている。そして台上ストップは強行が完璧止まる、
他3種は良好という設計だ。主要ターゲットは協業がナショナル級、09C が両ハンド粘着型、K3 が前から中陣で回転重視型、ジェネクションがカウンター主体の上級者だね。わー、こうして並べると本当にわかりやすいです。強標はとにかくフィジカル要求値が極めて高いけれど、癖玉と台上ストップは完璧で抜群。逆に他社製は弾みや扱いやすさは抜群だけれど、癖玉やストップの極限性能は強標に及ばない。自分の体力やスイング、そして戦術に合わせて賢く選ぶ必要性がありますね。さあ、続いては用具を最高の状態に保つためのメンテナンスと接着ケミカルについてです。強標のようなデリケートな粘着ラバーって普段のお手入れや接着剤の選び方で寿命や性能が大きく変わるんですよね。その通り。2008年、国際卓球連盟 ITTF によってシンナーなどの有機溶剤を含むスピードグルーの使用が完全に禁止されて以来、卓球用具、特に中国製の硬質粘着ラバーは大きなプレースタイルの変革を余儀なくされたんだ。グルーで強制的にスポンジをふやかして弾ませることができなくなったからね。そのためメーカー各社は水溶性無機接着剤やメンテナンス用のケミカルの技術開発に並々ならぬ執念を注いできた。DHS はその中でもプロフェッショナルやナショナルチームの基準となる極めて硬質な接着保護ケミカルをトータルシステムとして提供しているんだよ。 DHS 純正のケミカル、どんな製品があるんですか？中核となる接着剤が15号無機香水、15号無機香水 No15VOC フリーウォーターグルーだね。これは中国国内で初めて ITTF の公認を取得した水溶性接着剤でね。天然ゴムと高純度無機溶液を主成分とし、とにかく膜の弾性に優れている。これをラバーの裏面に何回も重ね塗りして厚い膜、下地を作ることで打球スピードを高める効果、打底効果を累積させることができるんだよ。さらに素晴らしいのは剥離性、予行除去性。古くなった接着剤の膜を剥がすときにスポンジを破りたり、ブレードの木材を引きちぎったりすることなく、ペロンときれいに剥がせるんだ。ペローンと剥がせるのは嬉しいんですね。ラバーを張り替えるときにスポンジがボロボロになると泣きそうになりますもん。普段のお手入れについてはどうですか？ DHS は非常に厳格なガイドラインを定めているよ。まず、皮脂の付着した手で直接ラバー面を絶対に拭かないことを強く警告している。手の油分は粘着成分を劇的に劣化させるからね。プレイ後は必ず専用クリーナーを使い、高吸水性のスポンジで一方向に優しくワイピングして汚れを浮かせて拭き取り、完全に乾燥させる。そして保管の際にも超重要なルールがあるんだ。保護シート、フィルムには必ず非粘着性のプロ仕様保護フィルム、5項膜を使用すること。へえ、非粘着性ですか？粘着ラバーなんだからピタッとくっつく粘着性保護シートの方が良いんじゃないんですか？そこが最大の誤解なんだ、美咲ちゃん。粘着ラバーの表面にはゴム自身が持つ自己粘着成分、タッキネスがある。ここに保護シート側に塗布されている化学的な粘着剤が合わさってしまうと化学反応を起こしてしまい、逆にラバー表面の自己粘着成分を奪い取ってタッキネスを喪失させてしまうんだよ。だから粘着ラバーにはツルツルしたただの非粘着フィルムを密着させて、中の空気をしっかり押し出して真空状態に近づけて保管するのが正しい方法なんだ。粘着ラバーに粘着保護シートは絶対にダメなんですね。良かれと思って使っている人めちゃくちゃ多そうです。これ絶対に周りの人に教えなきゃ。ぜひ教えてあげて。DHS はこれを支援するために専用のクリーナー、エッジテープ、非粘着保護フィルムをセットにした DHS 卓球保護セットや、きれいに貼るための専用ラバーローラーなども販売しているんだ。ちなみに競合する中国ブランドのケミカルアプローチも非常に面白いから簡単に紹介しておこう。ロキ、彼らは科学的なアプローチが際立っている。VOC 規制に完全に準拠しながら極限のテンション効果を提供するプロ仕様ブースター、ラクストンスペシャルブラックオイルや、剥がすときにきれいにフィルム状に剥がせる選択的過強接着剤、ロキープログルーを展開しているよ。銀河、陰平、彼らは一般アマチュア向けにペクトとの共同クリーニングセットを展開したり、寒冷地で接着剤が凍結して潰れてしまうのを防ぐため、ボトルに凍結注意、パトンという警告を明記するなど実用性を重視している。
サンウェイ、接着剤のキャップにハケが一体化していて、均一な薄膜を簡単に塗布できる水溶性接着剤やアクリル製ローラー、さらにはラバー裁断機を内蔵した DIY トータルケアキットを販売し、ラバー貼り作業をセルフ化しようとしているんだね。なるほど。どのメーカーもラバーの性能をいかに長く、そして安全に維持できるかというケミカルの開発に本気で取り組んでいるんですね。ラバーを大切に使うための知識、本当に奥深いです。さあ、やってきました。ある意味最も警告したい問題のパートです。ネットや卓球仲間の間でたまに噂されるベビーオイルをラバーのスポンジに塗ると安くラバーがふやけてめちゃくちゃ弾むようになるといういわゆる代替ブースティングハック。これ本当に絶対にやってはいけないことなんですよね。絶対にダメだ。これはいかなる理由があっても用具の科学、物理の観点から完全なる禁止事項であり、ラバーを物理的、科学的に不可逆的に破壊する愚行なんだよ。不可逆的に破壊。科学の言葉で聞くと本当に恐ろしいです。具体的にラバーの中でどんな恐ろしい化学反応が起きているんですか？よーし、化学結合のレベルから優しく説明しよう。ベビーオイルの主成分は流動パラフィン、つまり炭化水素の鉱物油、オイルだ。一方でラバーのスポンジやシートはポリイソプレンやポリブタジエンといった過強結合されたゴム分子のネットワーク、ゲル構造でできている。ここに流動パラフィンをトスするとオイルの分子がゴムゲルの隙間にスルスルと入り込んでいくんだ。この現象を防潤、ソリブライズという。ゴムがオイルを吸って膨らむから一時的にラバーが柔らかくなって弾むようになるんですよね。そう、そこだけを見れば弾むようになったように錯覚する。しかしここからが物理の落とし穴だ。流動パラフィンは非揮発性、つまり常温では決して空気中に蒸発しない性質を持っているんだよ。プロが使う本物の補助剤、有機エステルなどは数週間かけてゆっくりと蒸発してラバーが元の硬さに戻るように設計されている。しかしベビーオイルの分子はゴムの中に永遠にとどまり続けるんだ。永遠に蒸発しないとどうなるんですか？ゴムゲルの分子チェーンがオイルによって過度に押し広げられ続け、ついにはゴムゲルの結合、すなわち3次元過強構造、ネットワークが引きちぎられてしまうんだよ。結果としてゴム本来が持っている復元力、すなわち固子、反発弾性が完全に失われてしまう。一度この結合がちぎれるとオイルを抜くことは絶対にできない。つまりラバーはただのふにゃふにゃしたコシのない死んだゴムの塊になり、ボールが当たってもポコポコと頼りなく落ちるだけのゴミになってしまうんだ。ひえー、蒸発しないから結合がちぎれて二度と元の元気なゴムに戻らなくなっちゃうんですね。それだけじゃない。もう一つの恐ろしいリスクがシート表面への油分侵出だ。スポンジに塗ったベビーオイルはやがて時間をかけてシート側に染み出していく。そうすると強氷の命である粘着トップシートの表面に油の膜が張ってしまい、ボールがツルツル滑ってドライブが全くかからなくなる。つまり強氷のアイデンティティである強烈なスピン性能を自らの手で 100% 消滅させることになるんだ。さらに DHS の15号無機香水のような水溶性接着剤も油分のせいで全く接着できなくなり、ラケットからラバーがズルズル剥がれてきてしまう。ルール上も厚さ制限オーバーや有害物質規制、不正加工、チューニングに抵触し、公式大会から出場停止処分を受ける深刻なリスクがある。まさに百害あって一利なし。絶対に手を出してはいけないハックなんだよ。安さにつられて大切なラバーをゴミにしてしまうなんて悲しすぎます。これからは絶対に DHS 純正の15号無機香水やちゃんとしたルール適用のメンテナンス製品を使って正しくラバーを育てていかなきゃですね。ケンジさん、ここまで高層機の歴史から始まって代表作の数々、グレード選別の真実、ニッタクさんとの同盟、そしてメンテナンスの科学まで、本当に目から鱗が落ちるような素晴らしい内容でした。熱く語り尽くしたね。でもここで一度今回の膨大な調査結果から導き出された現代の DHS ラバー構築における能動的なアプローチについて重要な結論をしっかりとまとめておこう。視聴者の皆様がこれから用具を選ぶ上で最も大切な指針になる部分だからね。はい、まず大きな結論として DHS の粘着ラバーを選ぶことは単に流行っているから、中国選手が使っているからという理由だけで選ぶべきでないということですね。まさにその通り。
今回の第74弾の徹底調査が示した本質は、DHS というブランドの製品を選ぶこと、特に強氷を使用することは、自分自身のフィジカル、スイングスピード、およびラケットブレードの物理設計特性を能動的に同期させるシステム設計そのものなんだよ。ラバーと自分のシンダー、ラケットをすべて一つのシステムとして考えなければいけないんですね。では具体的に初心者やこれからのプレイヤーへ向けた物理的提言を整理してもらえますか？まず、ジュニアやシニア、およびテンションラバーから粘着ラバーへ移行したいすべてのプレイヤーに対しては、ニッタクと DHS が総力を挙げて開発した最新作、強氷880パワーや PF450 を強く推奨したいね。これらは従来の硬質強氷のような強すぎるフィジカル要求を完全に緩和し、スポンジのオートマチックな食い込みとアクティブチャージ AC 技術によって軽い力でも粘着独特の強烈な回転と伸びる弾道を簡単に両立してくれる。お財布にも優しく、基礎を学ぶのにこれ以上のハイブリッド構成はないよ。まずは使いやすさと安心を日本独自の技術で手に入れるということですね。では最高峰の性能を追求したいパワー自慢のプレイヤーへはどうですか？対強打における物理的な解決策として2025年春からニッタクが正規流通を開始した強氷ニオ3、国境ブルーや小強オレンジを絶対に偽物リスクのない国内正規品として手に入れるべきだ。これらは厳格な品質選別プロセス QC によって製造ブレがミリグラム、ミクロン単位で排除された究極の個体。これを強氷論5、W98 打に外表されるしなやかで力強く弾むインナーカーボンラケット、特殊素材ブレードと組み合わせることで、ボールをラバーの奥深くへ強制的に食い込ませ、他社製粘着テンションでは決して出せない一撃必殺の沈み込む癖玉と極限の回転量の二面性を完全に自分の手中に収めることができるんだよ。これぞ物理の法則を味方につけた最強の攻撃用システムなんだ。結論の後半です。他社が展開するハイブリッド粘着テンションとの差別化や今後の DHS ラバーへの向き合い方について最終的なメッセージをお願いします。他社製の粘着テンション、例えばディグニックス 092C やハイブリッド K3 は確かに素晴らしい扱いやすさを持っている。しかしそれらはあくまで優れたテンションラバーに微粘着を足したものだ。一方で DHS の強氷が体現しているのは粘着と硬質スポンジという一見不便で飛ばないけれど自分のスイングスピードが限界に達した時だけすまじみ芝を向いて相手を恐怖に陥れる本物の粘着の王道なんだよ。便利さの他社製化、極限性能の本家強評価ですね。そしてその極限性能を守るためには正しいメンテナンスが命になると。その通り。ネットの噂に騙されてベビーオイルなどの鉱物油をラバーに塗るようなハックはゴムゲルの3次元可強構造を不可逆的に引きちぎりシードの粘着成分を永遠に失わせるラバーを科学的に破壊するだけの自殺行為だ。私たちは DHS 純正の15号無機香水のような優れた接着剤や非粘着性のプロ仕様保護フィルムを使って科学的にそして規律正しく用具をケアするべきなんだよ。本当に用具選びから接着剤の乾かし方、保護フィルムの選び方一つ一つにまで深い科学的裏付けがあることが今回の解説でよくわかりました。高層機というブランドは中国ナショナルチームという世界一カ国な環境に育てられ、そして日本の卓球を熟知したニッタクという最高のパートナーを得て、今や私たちに完璧なエコシステムを提供してくれている。自分のフィジカルやスイングに誠実に向き合い、このデータをもとに最高の用具マッチングを見つけ出して、これからも最高に熱い卓球を楽しんでほしいね。ケンジさん、最高の深掘り解説ありがとうございました。皆さんもぜひ自分に合った最強の組み合わせを選んで、卓球台の上で奇跡を起こしてくださいね。それでは本日の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。